営業職の方々に質問です。日々の仕事の中でこのように思うときはないでしょうか？日々の業務に追われているが、見合った成果が出ていないと感じる。ルーティンワークを繰り返し、最近あまり自己成長していないと感じる。自ら行動を起こしたいが、どのように行動したらよいのかわからない。そのようなことでお悩みの営業職の皆様、また営業部を率いている立場の皆様に向けて、この動画を作りました。この動画は B2B、つまり企業対企業の取引における営業を念頭に置いています。この動画ではまず、時代による営業の変化についてお話しさせていただきます。その後に具体的な営業業務の流れ、業務改善の具体例についてお話ししていきます。なお、本動画の内容は個人的な意見を多く含んでいることをご留意ください。早速ですが、まずは時代による営業の変化についてです。高度経済成長期では物が不足しており、作れば売れる時代でした。顧客は企業の営業マンから情報収集するしかなく、営業マンの働き方としても呼ばれれば行くということが主流でした。時代が少し進むと物が溢れてきて、他社との差別化の必要が出てきて、営業マンは単に商品を持っていくだけではなく、自社独自の特徴や利点を力説するようになります。しかし、ここでも顧客の動き方としては、営業マンから情報収集をするというのが一般的でした。しかし、2000年頃からインターネットで顧客自ら調査をすることが普及してきました。ものづくりにて中国や韓国の存在感も年々大きくなり、様々な情報が溢れる中、営業マンも今までのように自社目線での特徴や利点を訴えても、なかなか顧客に刺さる話ができなくなってきました。そこで顧客の困りごとを顧客目線で把握し、問題解決の手段として自社の製品を紹介するという手法が広まっていきました。しかし、インターネットはますます発達していきます。莫大な情報にあふれ、社会の環境変化も目まぐるしく変わっていく中、顧客自身も自分たちが一体何を求めているのか、何を手に入れたら自社の利益につながるのかが分かりづらくなってきます。また、直属の上司だけでなく、部長や役員の方も含めて、様々な階層の人がそれぞれインターネット経由で情報を収集しています。このような中、顧客の会社内部でも社内での合意形成は難しくなってきているという状態になっています。今の時代は営業マン自らが顧客に対して問題提起を行い、自ら新しい案を提案することの重要性が増してきています。受け身での受注は難しくなってきており、ますます主体性が問われる時代がこれからも続くということです。顧客に対応する際に覚えておきたい話として、顧客担当者における会社の顔と個人の顔という話があります。一言で顧客企業といっても、実際にやり取りさせていただくのは顧客企業の中にいる担当者の方です。顧客担当者には会社の顔と個人の顔の両面があります。会社の顔だけにいくらアプローチしても、実際の受注など成果に実りにくいことも多いです。顧客担当者の方にいかに会社の顔を脱いでもらって個人の顔になっていただくのかということが大事ですが、そのためには会社のメリットだけでなく、個人のメリットにも思いを寄せることが大事となります。例えば、顧客ご担当者の会社の顔と対応しているときは、まずは社内で検討します。今は忙しいので、とりあえず資料を送ってください。まずは見積もりをくれませんかなどと、はぐらかされてしまうこともあるかもしれません。実際、このように回答しておくと、精神的にも業務的にも楽だから、とりあえずこのような返答をされるということも多いでしょう。まずは趣味や出身地などの話でアイスブレイクし、成果を出して出世したい、業務の手間を削減したいといったような個人のメリットを把握することも重要ですし、顧客担当者が社内で上司の方に説明しやすいように、他社事例の共有や費用対効果の試算などの資料を準備するといった実務面での手助け、配慮も重要となります。顧客担当者が営業マンと接する際の個人の顔の本音としては、本当に役に立つかわからないもののために時間を割きたくない。
レベルの低い営業マンに時間を使いたくない。今でも忙しいのに、あれこれと新しいことを考えたくない。といったことがあるかもしれません。しかし、このような場合は逆に言うと、問題解決に役立つ情報なら知りたい。話が早くて頼りになる営業マンとなら付き合いたい。費用対効果が出るなら取り組んでみたい。ということの裏返しである可能性があります。顧客の本音を理解せず、闇雲に頑張っても成果にはつながらない可能性があることに注意が必要です。次に、営業の業務の流れについてお話しします。営業の業務の大きな流れとしては、まず顧客に出会う、次に顧客との接触、次に受注といったステップが挙げられます。まず最初のステップである顧客に出会うについてお話しします。冒頭でもお話ししたように、現在はまずはインターネットで調査してから何を買うのか選定しようと考える人が多いです。ネットでの選定時にあぶれてしまう、つまり知らぬ間に負けてしまうということを防ぐためには、ネットでの露出、接触を増やすことが重要です。顧客との接触点は様々なものが考えられます。例えば、商談会や展示会での対面、電話でのテレアポ、メルマガ配信、お役立ち情報などのウェブセミナー、SNS による各種情報発信、ポータルサイトへの登録やウェブ広告の実施などが挙げられます。様々な接触点を設けることで、出会える顧客の母数を増やすというのは大事な取り組みです。新規の顧客開拓以外、例えば取引の長い既存顧客に対しても接触点を増やすことが有効となり得ます。例えば今までは自社の営業担当個人と顧客の購買担当者個人が主に対面にて、現行品の納期や品質についての話題がメインだったのが、自社では営業個人に加え開発部隊が同行し、新しいニーズの調査に出かけたり、社長や担当役員を連れて顧客の役員と経営レベルの話をしたり、顧客の幅広い役職の方にメルマガや SNS で情報発信を行ったりと、様々な活動に手を広げることが考えられます。このように従来の点接触から多方面での面接触に切り替えることで、単なる仕入れ先の一社からパートナー企業への昇格を目指すといったことが考えられます。特に対大企業においては、社内での合意形成が複雑なので、様々な部署、役職の方々といろんな接点を持つことが大事となります。自社の信頼をより高めていくためにも、様々なアプローチが存在します。今、ここで信頼を人数×信用に因数分解してみます。さらに因数分解して信頼を互いに接触する人数、接点の数、および接触回数に分けてみます。このように考えると、顧客から多くの信頼を得るためには、いろんな人に出会い、いろんな接点を持ち、接触回数を多く持つことが大事です。それぞれを拡大していこうとすると、営業個人レベルでは限界があるため、会社全体での組織的な仕組みが必要となります。例えば YouTube やメルマガを定期的に配信し、幅広い顧客との関係性を保つような取り組み、顧客と一緒のコンソーシアムに所属し、共通する話のネタを確保しつつ、定期的な対面の機会も持つような取り組み、また、各営業が持っている名刺情報を名刺共有ソフトにより社内で簡単に共有できるようにするというような取り組みなどが考えられます。次に営業業務の流れの中で顧客との接触のステップについて考えていきます。顧客企業内での購買に至るまでのプロセスとして、まずは問題認識を行い、次に解決策の探索、さらにいくつかの候補品の比較検討、最後にどの企業の製品を買うか一緒に決定するといった流れがあります。
ここで顧客は今どこの段階なのか把握することが大事です。例えば顧客が今解決策の探索の段階にいる場合、営業マンとしては顧客理解のために顧客は具体的にどのようなことに困っているのかニーズを深掘りすること、場合によっては顧客も気づいていない潜在ニーズを明確にしてあげることが大事かもしれません。一方、顧客が比較検討の段階にいる場合、自社の他社との差別化ポイントを明示することが大事かもしれません。このように顧客が今現在どの段階なのかによって話す内容も異なってくる可能性があります。一方、どの段階の顧客にも一方的に自社の特徴を話すというやり方はあまり良くない方法である可能性があります。ここで自社の営業の活動管理のやり方として代表的な考え方を3つ紹介させていただきます。1つ目は営業プロセスベースの考え方です。自社の動きを起点にした管理方法となっています。具体的には初回訪問、ヒアリング、提案、見積もり提出、受注といった段階に分けて案件ごとに今現在どの段階にいるのかを明確化していくような管理方法です。この方法のメリットとして自社の情報を整理するだけなので運用が低コストで行えることが挙げられます。魅力的で製品力がある製品ではこのような方法でも特に問題ないこともあると思います。デメリットとしては自社の都合が強調されるため顧客目線を忘れてしまう可能性が出てきます。2つ目は購買プロセスベースの考え方です。先ほどとは逆に顧客の動きを起点にした管理方法となります。具体的には顧客企業内における問題認識、情報収集、比較検討、一社に決定、社内倫理、発注という段階に分けて管理する方法です。この方法のメリットとして、顧客視点に立つので、顧客との齟齬が少なくなることが挙げられます。デメリットとしては、顧客内情報の調査・収集のコストが比較的高くなる可能性があります。最後の3つ目は、プロジェクトベースの考え方です。今までの2つの考え方は、自分と顧客が向かい合ったような関係性をもとにした考え方でしたが、この考え方の特徴は、自分と顧客が同じ方向を向いている関係性をもとにしているところです。顧客に寄り添った管理方法とも言えるでしょう。具体的には、顧客理解、仮説検討、仮説提案、顧客承認、伴走、顧客の成功といった段階に分けて管理していきます。顧客にある意味なりきって何が顧客の課題なのか、何か気づけていないことはないのかといったような潜在ニーズをあぶり出すようなことを仮説ベースで考えていくことを強調した管理方法となります。この方法のメリットとして顧客をより深く理解しているのできめ細やかな対応がしやすいといった点が挙げられます。デメリットとしては顧客の潜在ニーズを言語化する仮説作りに労力が必要となることが挙げられます。ここでは3つの管理方法についてお話ししましたが、費用対効果を見極めながら取り入れていくことが重要だと思います。また、どんな手法であれ、自社だけではなく、顧客の立場も考えて営業するというのは大事です。製品やサービスを発注するのは、顧客にとってはあくまで手段であり、事業の成功が目的であることを忘れてはなりません。次に、営業の活動ツールについてお話しさせていただきます。ここでは 3C 分析、スピン和法、バント情報の3つのツールについてお話しします。まずは 3C 分析です。3C 分析は自社、顧客、
競合の3つを取り扱うツールです。カンパニー、カスタマー、コンペティターと英語で全て C から始まる言葉で表すことができるので 3C と呼ばれています。例えば自社の強みや弱み、顧客のニーズやシェア、競合の状況や方針などについて現状把握を行い、自社の差別化ポイントを整理して戦略を立てる際などに活用できます。特に顧客ニーズがあり、自社はできて競合はできない、自社ならではを定義して顧客に対してアピールしていくことが大事です。顧客を中心に 3C 分析を考えてみることも有効です。顧客の顧客、顧客の競合も含めて全部で5つの C について考えてみるのです。顧客に役立つ情報提供のために顧客目線で考えてみることも大事なことです。次にスピン話法についてお話しします。スピン話法は簡単に言うと、顧客のニーズを深掘りし、提案に生かすための手法です。スピン話法では4つの質問を使います。1つ目は、顧客の状況を把握・確認するための状況質問。2つ目は、顧客の潜在ニーズを聞き出す問題質問。3つ目は、問題の深刻さ・重要さを認識していただく示唆質問。最後の4つ目は、解決策を示す解決質問です。一度聞いても分かりにくいと思いますので、具体例で説明していきます。最初の状況質問は、顧客の状況を把握・確認するための質問です。例えば、鋳造性バルブが漏れることがあるのですね。具体的には、どれくらいの不良率か、差し支えなければご参考までに教えていただけますでしょうか、といったようなことを聞きます。次の問題質問では、漏れ検査の手間でお困りではないでしょうか、といったような問題を特定する質問を行います。次に示唆質問に移ります。この示唆質問が全体の中でも大きなポイントとなるのですが、ここでは例えば、検査人員の確保、教育、人件費などが隠れたコストとして存在していますでしょうか、という質問を挙げており、問題の深刻さ、重要さを認識していただくための質問となっています。最後に解決質問で、例えば、単造性バルブに切り替えることで、検査費用を大きく削減できた例がありますが、ご興味ございますでしょうか、といったようなことを聞きます。このように、現在実は発生しているコスト、放置すると危ない事柄などの潜在ニーズを顕在化し、認識いただいて提案に生かすといった手法がスピン話法となります。スピン話法を用いる際の注意点としましては、状況質問は少なめにするということがあります。顧客にとっては知っている情報を教えてあげているだけなので、多すぎるとイライラさせてしまう可能性があります。訪問前の事前の調査で分かるところは押さえていくこと、また問題質問につながるような仮説を考えた上でヒアリングすることが大事です。また、問題質問と示唆質問に割く時間を多く持つことも重要です。いきなり自社製品のことを話してしまうと、押し売り感が出てきてしまいます。顧客のニーズの解決策として自社製品が結びつくためには、顧客の困りごとが具体的にどのような問題につながりうるのか、放置してしまうとどんなデメリットがあるのかといったことを十分にイメージいただくことが大事です。問題質問と示唆質問を多くすることで、問題認識や放置リスクの重大さの把握につなげます。最後に最終的に自社製品、自社技術で解決できうるストーリーで話すことに注意しましょう。示唆質問である意味不安を膨らませた上で、
当社では解決できません。では、顧客に怒られてしまうでしょう。他社では提供できない自社独自の特徴につなげられると理想的です。顧客と何度も商談を進めていく際に、レスポンスのスピードを重視した方がいいのか、内容の質を高く練り上げるまで連絡しない方がいいのか、迷う方もいるかもしれません。実際、取り急ぎすぐ回答したものの、大したことが言えなかった。もしくは、質の高い提案を検討していたら、時間が過ぎてしまった。といった経験をお持ちの方もいるでしょう。このような時の一つの考え方として、顧客との高速ラリーで信頼を獲得していくという考え方をお話しします。ここでいう高速ラリーとは、仮説思考とクイックレスポンスと密なやり取りを組み合わせる手法です。顧客との対話においては、1回で100点満点の回答をしないといけないということは通常ありません。高速ラリーでは、仮に最初の提案が多少ずれていたとしても、スピード感を持った対応で都度修正案を提出することを繰り返すことで、密なやり取りを実現します。いわば、レスポンスのスピードと質の高い提案を両立する手法です。高速ラリーを実践すると、最初は当て馬に過ぎなかったのが最終案として選ばれる。選ばれなかったとしても、好印象を残して次に生かすといったことになる可能性が上がります。ここで仮説を立てることに関連して、仮説思考という考え方を紹介します。仮説思考とは、問題に直面した際に完全に情報が揃っていなくても自分なりの仮説を立て、それをもとに行動や分析を進めていく考え方です。例えば営業の場面では、顧客製品の高圧用排水バルブのシェアが落ちてきているとの情報を得たとします。この時、バルブで何かしら高付加価値化が求められているのではと仮説を立て、調査すると安全弁と合わせて設置されることも多いことが分かり、安全弁付きの高付加価値なバルブを単造技術で製造可能であることを提案することで受注につなげるといったことが挙げられます。仮説事項に対する考え方として、網羅的思考というものが挙げられます。網羅的思考は、問題に直面したときに考えうるすべての情報を揃えてから、それをもとに行動や分析を進めていくという考え方です。仮説事項のメリットは、網羅的思考と比べてみるとよくわかります。仮説思考のメリットは、仕事をこなすスピードが速くなることです。常にいろんな仕事を抱え、時間も限られている中で、何とか仕事をこなしている方は多いと思いますが、仮説思考をうまく使いこなせると、スピーディーに仕事をこなせるようになります。最初に間違った仮説を立ててしまうこともあると思いますが、仮説、行動、検証のサイクルを短期間に何度も繰り返すことを意識することで、仮説の精度が上がっていき、トータルとして短期間で仕事を進めていくことができるようになります。その結果、顧客からの信頼獲得に寄与する可能性が上がります。顧客が明確なニーズを把握している、かつ聞いたら何でも答えていただける関係性がないと、最初から100点の提案をすることは困難であり、現実にはレアなケースです。最初から100点を目指さず、最初は60点でも次に70点、その次には80点と、提案レベルをブラッシュアップしていくという考え方が大事です。実際にヒアリングを進めていく際の注意点として、質問することは顧客の迷惑なのではないかという考え方ではなく、質問するのは顧客のためという考え方を持つのが大事です。質問することは顧客の迷惑なのではないかと考えていると、まずは十分顧客と仲良くなり、関係構築してから必要事項を聞こうと思ってしまいがちです。そうなると、何かしら提案しようにも、顧客の理解不足でずれた提案となってしまう可能性が高まります。すると、結局顧客からは、
この営業マンは分かってないなぁと思われ、冷たい対応をされてしまうといったことが起こり得ます。一方、質問は顧客のためという考えを持っていると、聞くべきことは最初に聞こうと思います。すると、価値ある提案がしやすくなり、顧客にも、この営業マンは分かってるなと良い反応につながりやすくなります。初対面の人やそこまで仲良くない人にいろいろと話しかけるのは怖いと思うかもしれませんが、気遅れしすぎず、お客様のためには必要なことは聞くべきという姿勢で対応することが大事です。次に営業の活動ツールの3つ目としまして、バント情報についてお話しします。バントとは予算であるバジェット、決済権であるオーソリティ、ニーズ、注文時期であるタイムの頭文字を取ったものです。これらの情報を集めておくことが最終的な受注には必要になってきます。例えば予算がないといくら良い製品だと思ってもらっても買ってもらえないということが起こり得ます。相手に決済権がないと最後に決済者に NG とされる可能性があります。ニーズがないとそもそもそんなものはいらないと言われてしまいます。注文時期を確認しないと別に今じゃなくていいと言われる可能性があります。バンド情報は一度入手したからといって安心してはいけません。顧客企業における人事異動や経営方針の変更などによって更新されていくので、顧客情報のフォローが大事となります。バント情報に関連する基本情報をいくつか紹介します。まずは企業情報です。顧客企業の売上規模、社員数、部門構成、経営方針などの情報となります。会社のホームページに記載されていることも多いですので、訪問前にチェックするようにしましょう。次にプロジェクト情報です。顧客企業の経営方針により、例えば外注の拡大、使用材料の変更、新製品開発などのプロジェクトが掲げられている場合があります。次に個別製品立ち上げ情報です。ここの製品、部品の施策、量産予定時期、ターゲット価格、使用用途などを把握することで、具体的な見積もりに進むことができます。最後に担当者情報です。先方ご担当者の趣味、出身地、個人的な考え方などを把握していると、普段のコミュニケーションが円滑になりやすくなり、いろいろと物事を進めやすくなります。顧客が企業として目指していることを様々な流度、抽象度で把握することで、継続的な提案がしやすくなりますし、そのためにも先方ご担当者の方との普段からの関係性を保つことが重要です。今まで説明してきたツールを用いた顧客との接触の一連の流れを見てみましょう。まずは訪問前の事前準備です。インターネットなどで顧客データを収集・整理しておきます。また、顧客の想定ニーズ、自社による解決策の仮説を作成しておきます。次に実際に顧客を訪問し、アプローチをします。最初はアイスブレイクで場を和ませながら、例えば、本日は何々についてお話しさせていただきます。などと言い、今回訪問した目的について確認していただきます。その後、例えば、より具体的なご提案のために、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。などと言い、いろいろとお聞きする許可を得ておきます。その後から本格的なヒアリングに移ります。まずは 3C の確認により、顧客企業が置かれている状況などの前提条件を確認します。その後、スピン話法により、顧客の潜在ニーズを深掘りし、顕在化させます。バント情報についても確認し、今後の案件進展へ向けた具体的行動につなげていけるようにします。そしていよいよ自社製品、自社技術の提案を行います。スピン話法が成功していると、顧客の中では、その問題を解決したい
という気持ちが十分温まっているはずです。ここで初めて自社製品、自社技術があればその問題を解決できますよということをプレゼンします。プレゼンの際は顧客の利益の観点で説明することが大事です。ここでもし自社製品の特徴を強調してしまうと、で、いくらなのと価格の話になる可能性が高まりますし、自社製品起点での利点を話しすると、実際そんなうまくいかないんではなどと反論されてしまう可能性が高まります。繰り返しとなりますが、自社起点ではなく、顧客起点で話をすることが大事な姿勢となります。ここまで話して、もし顧客の反応がいまいちな場合は、前の段階に戻ってやり直すことが必要かもしれません。例えば、そもそもの仮説の作り直しを行ったり、スピン話法での示唆設問に戻り、今までにない観点を示したりすることなどが考えられます。また、プレゼンの際には他社事例や根拠、費用対効果など、時には数字を用いた客観的データを用いながら説明すると、より説得力が増す可能性があります。最後にクロージングです。例えば、この製品はお役に立ちそうでしょうかと聞き、実際に購入していただけそうかどうか様子を伺います。進展がありそうであれば、次のステップの確認に進みましょう。例えば、次回訪問の際には、何々部長ともお話しさせていただきたいのですが、大丈夫でしょうかなどと言い、次につなげます。この際にバンド情報が特に役立つでしょう。営業の業務の流れの最後の項目として、受注についてお話しします。顧客から受注をいただけたとしても、1回受注したら終わりではなく、リピーターになっていただくことが重要です。例えば、繰り返し受注生産の製造業の例では、取引が開始されたら継続的な受注を顧客からいただくことになります。しかし、例えば不良や納期遅延があり、解決されなければ、顧客からの信頼は落ちてしまい、最悪の場合、取引停止になってしまうかもしれません。毎回の製品に不良品がないか、毎回の納入で納期遅延がないか、といった普段からの実績作りがとても重要です。ある意味、日々の地道な信頼の積み重ねが最大の営業活動とも言えます。そのような意味では、営業部に限らず、製造部も資材部門も含めて幅広い部署の人が自社の営業に携わっていると言えます。また、顧客社内の人事異動や経営方針の変化にも注意が必要です。こちらに落ち度がなかったとしても、外注先を変更したり、内製化に切り替えたりといった可能性があるからです。例えば、顧客内のキーマンの移動はチャンスにもピンチにもなります。バンド情報や経営方針の変化には素早く察知できるようにしていくことも重要となります。最近ではカスタマーサクセスという言葉、考え方が普及してきました。顧客にとっては発注するのはあくまで手段であり、事業の成功が本当の目的であるという、ある意味当たり前のことですが、それを強調した考え方だと思います。環境の変化が激しく、人手不足も叫ばれている中、顧客と継続的に取引するためには、組織の営業体制について改めて考えてみる必要があるかもしれません。ここでは組織の営業体制として、先発関東型と役割分担型の2つを紹介します。先発関東型の営業では、新規顧客の探索、顧客への個別製品の見積もり、その後の納期や品質なども含めたフォローを営業マン1人が全て担当します。メリットとしては、全てのことを1人が把握しているので、コンシェルジュのようなきめ細やかな対応が可能となるということが挙げられます。一方、デメリットとしては、属人化により営業個人の能力に大きく依存してしまうということが挙げられます。
一方、役割分担型の営業では、顧客の探索、個別見積もり、情報提供など社内で分担します。メリットとしては、業務効率化が挙げられます。個人の業務が特定されることで、各業務における専門性も短期間で高まりやすくなります。属人化からの脱却も比較的容易です。一方、デメリットとしては、顧客から見た自社の統一性がなくなることに注意が必要です。顧客からすれば、同じ内容を何度も違う人に説明しなければならなかったり、待ち時間が長くなってしまったりする可能性があります。そうならないためには、社内での情報共有の仕方を改善する必要があるかもしれません。今現在の風潮を見ると、やはり人手不足が深刻、なおかつ高齢化により定年を迎える方も増えてきていますので、今までは先発関東型で何とかやってきていたけれども、役割分担型に少しずつでも移行していくという必要性が高まっているのではないかと個人的には思います。各会社に合わせた役割分担、業務の仕組み化が求められていると言っても良いでしょう。最後に業務改善の具体例についてお話しさせていただきます。繰り返し受注生産を行う製造業 A 社を例にお話しします。この企業では新規顧客の獲得は商談会と既存顧客からの紹介で実施していたものの、既存市場の縮小によりさらなる新規開拓が求められていました。しかし営業は既存顧客からの引き合い対応型に最適化されており、基本的には言われたことをこなす待ちの姿勢の体質でした。また、先発関東型の営業スタイルのため、目の前の業務に忙殺され、新しい技術やツールを入れても使いこなすことができず、すぐにこれまでの売り方に戻ってしまうといったことがありました。また、既存顧客は大企業も多いのですが、決まった先方担当者とのやり取りが多く、顧客の他部署や他工場との取引機会に開拓の余地がありました。先方担当者の移動情報をフォローしきれず、他部署や他工場への水平展開の機会損失が発生していたのです。町の姿勢でなく、自ら仮説を立てて提案を行おうにも、社内的に利用できる情報やマンパワーなどのリソースが限られており、効率的な情報収集ができていなかったといったことも問題でした。そこで A 社は大きく3つの解決策を実施することにしました。1つ目の施策は新規開拓の拡大に向けてのものです。ポータルサイトへの登録や各種 SNS により、ウェブ上での露出を拡大しました。この結果、世の中の認知度が上がり、インターネット経由での新たな引き合いが徐々に多くなってきました。営業組織が引き合い対応型のままでも単純に引き合いが増えるだけなので、対応が比較的容易です。顧客へのお役立ち情報の配信なども SNS やメルマガで配信することにしましたが、これは社内の比較的インターネット操作が得意な他部署の若手にやってもらうことにしました。今までは新規顧客は営業部が商談会などで獲得するしかなかったのですが、インターネットでマーケティングすることで集客できるようになったという点で、分業体制を構築し始めることができたと言えるでしょう。二つ目の施策は、顧客情報の共有化に向けてのものです。顧客情報管理システムや名刺管理システムを導入し、今まで個人に溜まっていたデータを部内で共有化しやすくなりました。今まで営業個人任せだったのが、上司のフォローが容易になったり、一人では思いつかなかった提案がしやすくなるなどのメリットが出てきました。三つ目の施策は効率的な情報収集に向けてのものです。民間調査会社の情報を部内で見れるようにしたり、RSS リーダーで顧客企業の最新情報を把握しやすくしました。その結果、
顧客に向けての新たな提案を仮説を立てながら実施しやすくなりました。自ら仮説作成することにより、今までの御用聞き営業から脱却できたとも言えるでしょう。社の取り組みを改めて振り返ってみましょう。ここでは 2×2 のマトリクス表を用いてお話しします。縦軸は顧客に対する軸で、新規顧客と既存顧客に分かれています。横軸は製品・技術に対する軸で、既存製品・既存技術と新規製品・新規技術に分かれています。今までは新規の顧客に既存製品を販売することは商談会や商談で行ってきました。繰り返し受注生産なので、既存顧客に対して既存製品を販売することが多く、日々の活動の多くはここに割かれていました。また、新規製品や新技術については、散発的に実施したり、既存顧客に引っ張られるような形で少数の開発を行っていました。しかし、先ほど説明したような様々な施策を行った結果、新規の顧客は Web でも獲得できるようになりました。また、文教化が進み、効率化が進んだこと、また、社内での情報共有が進んだことで、既存顧客に対しても今までよりフォローが強化され、提案件数も増えて受注率が向上しました。新規の製品や技術についても SNS で不特定多数の方に情報発信することで構造的、計画的に取り組めるようになりました。また、効率的な情報収集ができるようになったことで、それぞれの顧客の困りごとの仮説立てがしやすくなり、自社発信の提案も増加しました。このように、今までは良くも悪くも営業個人任せだった部分について、会社の仕組みを整えることにより、同じ人数でもより効率的な営業ができるようになりました。業界や生産している製品、会社規模などによって今回の事例が当てはまるかどうかは大きく異なってくるとは思いますが、一度自社内の営業体制を改めて考えてみることは有益だと思います。今回の動画の内容が少しでもお役に立てれば幸いです。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。